皆さん、こんにちは。前回の動画で、これからは頑張って動画をアップできるようにしますって言ってたんですけど、なかなかそれができなくて本当に申し訳ございません。本当に久しぶりにそう動画をアップするようになってるんですけど、でも2019年もほぼ終わっていくし、もうすでに皆さん12月から新しい手帳を使い始めている方々もいらっしゃると思うんですけど、で私も今回来年使う手帳を持ってきました。ご紹介したいんですけど、実はね前回の動画で来年のメインの手帳は自分手帳のライトバージョンを使いますと紹介してたんですけど、もちろんそれ使います。それで今回持ってきたのは、1年間仕事用に使ってた業務ノートなんですけど、来年も同じ形で使おうとしてて持ってきました。もうだいぶこう皮が汚くなってたり、エイジングされたりしてるんですけど、メインで使ってるのはフロッターなんですよ。フロッターのその皮の A5 サイズのバインダーを使ってますね。それで前回も動画にもアップしてるんですけど、今年ずっと1年使って快適だったので、来年も同じシステムで使おうと思ってるんですけど、まあ中身はこのように、ほぼ日手帳のカズンサイズをばらして、それでバインディングして使ってるんです。で、なぜほぼ日手帳をそのまま使わなくて、ばらしてバインディングして使ってるのかって言われると、こう製本になってるそういう手帳って重いんですよね。1年分をずっと持ち歩かないといけないので、すごく重いし、特にほぼ日手帳の場合はデイリー、なんか毎日使うそういう手帳なので、相当厚いんですよ。で、それで、アベクとかもあるんですけど、それもちょっと重いので、ばらして、ここになんか1ヶ月分とか15日分ぐらい挟んで、よく使ってます。それでなんか1年間すごくなんか快適に使ってたので、同じく来年2020年もこう使おうかなと思って、今2020年分もばらしたんですよ。こちらなんですけど、大きいですね。だからここに普通1年分を保管してって、そこに移しながら使ってるんですけど、キキケイっていうオーストラリアブランドのバインダーなんですけど、ここ、リングのサイズが大きいので、よくここに保管しながら活用してますね。それで、すでにこちらには2020年のカズンサイズのほぼ日手帳をばらして、もうバインディングしておきました。このままね、1月になったら移してすぐ使える、そういう状態になってます。で、実は、今日はこの業務ノートとか、ほぼ日手帳に関して話したいわけじゃなくて、じゃあだったら使い切った内容はどうやって保管してるのかっていうところを、ご紹介したいんですけど、普段私たちがそういう、リングバインダーにバインディングして使ってた資料って、このようなバインダーを買って保管するケースが多いんですよね。捨てたりする方もいらっしゃるかもしれないんですけど、とにかく業務ノートだし、記録を取っているので、とにかく保管したいんじゃないですか。で、普通にこういうバインダーとかを、サイズに合ってるバインダーを買って活用してると思うんですが、もちろんそれで私も購入してるのもあるんですけど、今回私が紹介したのは別のものなんですよ。それが何かというと、これです。はい。これ結構なんか想像してないものが登場したかもしれないんですけど、これ多分3つのリングのところを固定してくれるものなんですけど、これすごく安い値段で、アーリーエクスプレスで大量で購入して私は使ってるんですよ。ブロンズ製にはなってるんですけど、普通になんか金色のものもあるし、銀色もあるし、ちょっといろんなバリエーションはあるんですけど、私はこちらの方が好きで、このバージョンで使ってるんですけど、これ一体どうやって使ってるのかっていうと、実際2019年のその資料をバインディングしてるのがこんな感じです。多分これが3つになってるので、2つをセットで使ってるんですけど、多分これもう使ってる感がすごくあるんですよね。で、わざわざこんなに綺麗に保管できるものをなぜこんな形にしてるのかって言われると、それはそうなんですけど、実はこれ自体は問題じゃないんですが、実際このように A5 サイズとか A4 サイズ
もしくは B5 サイズみたいに、なんかいっぱい使ってるサイズだったら全然いいんですけど、私の場合、このような変なこともやってるんですよ。これ実際なんか本なんですけど、英語の教材なんですね。で、普通に、持ち歩きやすくするために、結構自分が買った本をカットして、スキャンしたりするんですね。自炊するんですけど、それでなんか持ち歩いて、勉強するのはタブレット上の PDF ファイルでやってって、普通に家でもこれをそのまま捨てずに使ってるんですよ。実際結構こんな感じでなんか使えるので、そこまで、なんていうか、結構快適に使えるんですよね。意外となんかリングの製本したような感覚で使えるので、ものすごくいいんですが、こういう場合、これが B6 サイズなので、このような定番のサイズじゃない場合は、バインダーがないんですよね。私、バインダーに入れてしまうと、このように気楽に使いやすくはできないっていう形になってしまうので、こういう形結構好きなんですよ。で、バンバンこんな感じで活用してるんですけど、これ以外にもなんか文庫本サイズとか別なサイズのものをちゃんとまとめることができるので、結構これを活用してるんですね。もし、じゃあだったらリング1個ずつなってるものを入れてもいいじゃんと言うかもしれないんですけど、結構ここを固定してる部分がすごく大事で、これがすごく安定的に形をとってくれるんですよね。なので、すごい3つだけでもいいし、6個でもいいし、もう1個入れてなんか9個の穴でもう固定することもできるし、自分がなんか好きなようにアレンジをできるので、結構活用度が高いんですよ。もしなんかこのようなリングバインダーして使ってた手帳なり、いろんな本なり、資料があるとしたら、こういうものも活用してみたらすごくいいんじゃないかなと思ってご紹介したかったんですね。で、今回なんか役に立ってるかどうかわかんないんですけど、次は、私がよく使ってるトラベラーズノートの使った文をどうやって集めて活用しているのかっていうところをちょっとご紹介したいと思うので、また次の動画もぜひ見てください。今日も最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。